みんなトロッコはあるけど遅いし、リアルじゃない。もっとリアルな電車が欲しいと思ったことあるわよね。だから今回はトレインアドオン。かっこ名前適当だから案をくださいエディション。お配布、紹介していくわ。まずワールドに入る前に、ここの3つのトグルをオンにする必要があるわよ。ワールドに入ったら、まず駅を設置する必要があるわ。クリエイティブインベントリからステーションブロックを出して設置するとメニューが出るから、ここに名前を入力することで駅を追加することができるわよ。駅を追加したらレールを敷くことができるようになるわ。ブレイズロッドを手に持って既存のレールの端かステーションブロックを選択すると、ブレイズロッドがブリーズロッドに変化するわよ。直線レールは、この状態でレールの終点を選択し、出てきたメニューでライナーを選んで完了すると引けるわ。曲線レールは直線レールと違い、終点を選択する前に2つの制御点を挟む必要があるわよ。さらに、出てきたメニューではベジエを選択する必要もあるわ。また、分岐レールはレールの端のブロックをブランチブロックに置き換えることで敷けるわよ。ここからは電車を召喚する手順を説明していくわ。一つのレールの両端をトロッコで選択するとメニューが出てくるわよ。レールの端がわからないときは、プリズマリンクリスタルを使用することでマーカーが表示され、わかりやすくなるわ。この時に電車を召喚できる長さが足りなかったり、レールが見つからなかったりするとメッセージが出て召喚できないわよ。メニューのここの欄に1を入力して、完了すると電車が召喚されるわ。ここまでできたらようやく電車を走らせることができるようになるわよ。電車に乗ってトロッコを使用するとメニューが出てくるわ。このメニューの P を選択すると電車が動き出すわよ。N で加速をやめて B で減速できるわ。インバートを選択すると電車の進行方向が反対になるわよ。また、ネザライトインボットを使用して全ての電車を一斉に操作できるわ。次に、各ブロックの使い方を説明するわよ。左にあるコントロールブロックはそのレールを通った電車を操作できるもので、メニューでは P、N、B が選べるわ。右にあるブランチブロックは分岐の時に使うブロックで、メニューでは方向、レッドストーンを使用するかとコントロールを設定できるわよ。方向は0と1で設定できて、それぞれ別の方向に行くわ。クォーツをブランチブロックに向けて使用すると線路の上に数字が出てくるわよ。この時に数字の小さい方が0、大きい方が1の方向の線路に進むわ。レッドストーンを使用するときはブランチブロックの下のブロックにレッドストーン動力が送られているときに1、ないときは0になるわよ。最後にコマンドについて説明するわ。このコマンドを打つと一番近い電車を制御できるわよ。ここの文字はメニューのコントロールの頭文字を入力すればいいわ。次にこのコマンドを打つと指定した座標のブランチを設定することができるわよ。座標ではチルダを使用できるけど空白を入れないとエラーが出るわ。他にこのコマンドを打つと指定した座標のコントロールを設定することができるわよ。0はなしで1が P、2で N、3で B に設定できるわ。最後にこのコマンドを打つとこのアドオンの設定をすることができるわよ。ユーズデルタタイムでは計算にデルタを使用するかを設定できて、ユーズフリーシートでは自由に移動できるかを設定できるわ。これでコマンドの説明は以上よ。いかがだったかしら。よければチャンネル登録と高評価お願いするわ。それじゃあ、さようなら。